日本にはね、昔から大船に乗るという言葉があるんですね。で、皆さん人生いろいろ生きてると、小舟に乗ってしまうかな。で、私は子供の頃は、例えば北海道行く時にはね、青函連絡船っていうのに乗るんですけどね、そこすごい揺れるんですよ。ですからそれで降りる前に皆さんこのね狭いところに閉じ込めて揺れてしまうんでね、戻してしまう。で私は魚釣りの船なんかに招待されて乗るとすぐ酔うんですね。でこれもなんて言うんですかね、人生に例えてみるとね、自分が例えば連絡船揺れてる時にこう下の方を向いてると実は酔うんです。恐怖心っていうのかな、恐怖心があると人間ってこう固まるですね。人生もそうですね、嫌なことが起きたらこう固まっちゃうんです。そうすると次から次といろんなことが起きるかな。そうすると多くの人がいわゆる、精神病的なね、家に閉じこもる、人と出会えない、それから自分自身のことばっかりを考えるというようなことになるんですね。で大船に乗るっていうのは大きな船に乗る。先ほど連絡船の話しましたけれども、連絡船でも大きな船ですよね。今はなくなりましたでしょうけどね。でも連絡船でもこう自分が下を向いてると酔ってしまう。ところが本当に大きい船だとかなりの、波が来てもですね、かなりしけてても連絡船大きいですからゆったりしてますね。その話をもうちょっと加えるとこういうことになるんですね。これ私自信がありますね。私はいろんなことやったんでヨットにも乗ったんですね。一人でこうヨットを操って海の外海まで出てって大きなところで、この時酔わないんですよ。あれと思ってね、ふと考えてみたら、私が酔うのはね、自動車も多分そうだと思うんだけど、私は酔わない。自動車ほとんど自分が運転するんで酔わないんですね。でも要するにこういうことですね。頸椎の一番って言いました。頸椎の一番、これとっても大事なところでね、私たちの全身のバランスをとってるところです。で酔う人というのは人生もそうです。嫌なことが起きた時にガク見ててください、ガクッとくる人はあるいは考え込むんですね。私がよく言うんですけど、あなた頸椎1番2番凝ってますね、これ考えるからですよとこう言うんですね。考え込む人はここが凝るんです。要するにここ凝るんです、考える人は。漢方でもここにねいいツボがいっぱいある。ここを緩めるといい。緩めるという方法がまたこれ簡単。遠くを見てこう喜ぶと簡単に緩むんですね。何言ってるかというと、この一番をこう動かしてあげるといい。いろんな方向にこう動かしてあげるとこういうことですね。で私が酔わなくなった、これ一つのコツが分かったからなんですけどね。もうどんな揺れるボートに乗ろうと、連絡船最近なくなりましたけど、私連絡船を夜んでね、例えば昔は高知へ行くのに東京からですね高知まで船が出てました。これは太陽のマークをつけたね、あれしょっちゅう乗ってました。でもその時もう酔わなかったから知ってましたけどね、まず揺れても酔わない。何やってるかというとね、ここと先ほどっていうかごめんなさい、いつも申し上げてますね、こういうとこと肘の位置変えないんですよ。こういうとこと肘の位置変えない。そうすると酔わない。だから小舟に乗っててもほらこういう具合に乗る、こういう具合に乗るんですね。揺れてんですよ。どんな揺れをしてもこういう具合に乗ってると酔わない。酔っちゃうのはね、船と一緒にこう来るから酔うんですね。
こうなってこうなってこうなって思い酔っちゃうんですね。生理的な現象ですね。ここにある三半規管なんかがですねこう揺れるですね。で私のこうやり方でいくと船と一緒にこう揺れてるもんだから全然酔わない。だから今小舟乗っても平気ですね。かなり遠くまで漕ぎ出しても平気。はい、ヨットもやりました。ヨットも揺れるんですよ。でも全然いっぺんも酔わなくなりましたね。はい、人生もそうです。酔う人というのはここが硬い、顎が動いてないということですかね。で酔う人っていうのは肩をこうすくめて肘をこうやって動かすんですね。でやってみせましたよ。私はヨットをこうサポートする時もこうしてほら頭の位置を変えてない、そして肘の位置も変えてないんです。こう見ると分かります。肘の位置変わってないんですね。こう紐こいつとヨットの紐を操ってんですけどね、ほら見て、こう肘の位置変えてない。人生もそうですよ、本当ね。で後頭骨と肘の位置変えないで目遠くを見て、ここをいつも面白いね揺らぐといいんですね。はい、で私はその最後の言葉覚えててください。悪いこと起きた時にこれこそ自分が選択した素晴らしい体験するチャンスですよ。悪いことが起きないと自分の素晴らしさは体験できないということですね。ですから船や大きなね連絡船で酔うというのを私が体験しましたけれども、これが体験しなかったら私は今のこういう動き方を多分体験できなかったんでしょうね。だから嫌なこと起きたらもう喜ぶ、飛んで喜ぶ、飛び上がって喜ぶ、こういうことですね。それで喜ぶ時に嬉しいな嬉しいな嬉しいな、これ癖にしたったらどう？さらに言うよ、病気になりようがない、疲れ知らず重いものを持って一日やっても何でもないという体験になりますね。はい、人生もそう嫌なこといっぱい来ても全然苦にならない。これが実は大船に乗ってるということなんですよ。はい、ありがとうございました。大船に乗っててくださいよ。